はい、どうもどうも、オフの砂場のオフです。ズンズンズン。はい、本日またポケモン対戦やっていきたいと思います。で、今日使うのはこの子、鉄の堤さんになります。で、この子使いたかった理由というのが、この子のね、種族とかよく分かってなかったんですけど、こういう感じでこの子に種族になってて、特攻と素早さが、べらぼうに高いよっていうのは分かってたんですけど、実はね、HP が低すぎるところに隠れてた防御力の高さ、これも知らなかったんで、やっぱポケモンを知るには自分もね、一回ポケモン使ってみる、そしてポケモン使われてみるっていうのが一番ね、一番その子のポケモンを知ることってあるのかなと思いますので、使ってみようかなと思いました。で、技構成に関しては、上からね、殴りたいというのと、このアンコールですね、速い素早さを生かしてアンコールを使っていったりとか、フリーズドライ、クリックターンっていう形でね、やっていく、ようある、鉄の包みかなと思います。持ち物に関してはブーストエナジーになってくるので、クイックターンと、どうだかなと思うんですけど、タスキかどうかっていうところでしたけども、今回はブーストエナジーでやっていきたいと思います。では、見てください。どうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。スターナイツさんですね。いやー、ファイアロとかあれですけど、ガチクマの普通の方っていうんですか？あれみんな久々やな。っていうことで、どうしようか。鉄の包みとかをと、パオジアンスタートが有力でしょう。パオジアンから来ることがあんまり多い、このご時世。知らんけど。だから、地面タイプに氷渡すのもしんどい。ビリジラスだってしんどい。全員しんどいんじゃないこれ。どうしよう。パーモット。で、鉄の包みやっていって、あとはちょっと、どうしようかな。いろんなやつおるけど、ブリッジラスでちょっとクッション。はい、じゃあよろしくお願いします。いや、パウちゃんが来るね。そうだよね。そうなんだよ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 。だいたいパウちゃんが来るから。だいたいパウちゃんが来るか分かってるね。これはもうね、もう宿命。で、パウちゃんの S2 に多分ね、パーモットは勝ててないけど、マッハパンチもあるからインファイトになんとかなるでしょう。はい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 、ちょっと調子乗ってますね。剣の前やっていくと、この子のインファイトで落ちちゃうぜ。おう。なるほど。だからタスキがあるからこその、何ですか？剣の前。ただですね、氷の粒であるかもしれない。ただしかしここはマッハパンチで攻めましょう。2個。はい、来た、どうも。ありがとうございます。パーモット。素晴らしい。やっぱパーモットは素晴らしいよ。ね、この子もっとね、なんだっけあれ。忘れた。3対3のやつ。3対3でもないか。行こう。次は、この子ですね、ファイアローから来たという形になっていきます。ファイアローなんかこんなもん電光狙撃で落としにかかりましょう。ブレイブバード。さあ、これが気合のタスキの力。これでね、持ちこたえるんですね。そして電光狙撃、これが強い。パーモットさん専用の技、電光狙撃が光ります。強い。いいね、パーマットさん。電気を使い切って、これ属性がね、電気なくなるんです。で、仕方ない。ウサルアン、ガチグマ。じゃあここはどうしようか。効果抜群のインファイトを打って退場しようかな。ただここはね、あれがあると思うね。ないか。行こう。コウさんが選びました。ありがとうございました。強いぞパーモット。はい、対戦よろしくお願いします。ウータンさんですね。バトレックスミライドン、この組み合わせが多くなってきたな、最近。ほんまに多いわ。で、そうか。どうしようかな。グライオンとパオジアン、ディンルにウーラオスか。ここは、パオジアンから来るか、グライオンから来るかを考えなあかんねんけど、どっちも来る。パオジアンスタートが多いが、しかし、これパーモットの選出は微妙すぎるんだよね。だからここは、どうしよっかな。パオジアンから来ないと信じての鉄の包みのもいいんやけど、パオジアン来てもらった時しんどくなる。だから、難しいね、これは。パオジアンにどうにかできるのは、やっぱりパーモットただ一人。やっぱパーモット入れるべきか。
要するにブリジラスから鉄の包み入ってミライドンとかね、ディンルーとの対面でこれはしんどいか、パーモットしかないかな。はい、じゃあお願いします。なんだ誰だ、ミライドンスターとか、しかも色違い。まだいいか、流星群とか覚えてはないでしょうか。流星群覚えてんかな。ステロは一回前ときたいな。これで一応バトリックスのタスキをちょっとケアしたい。ただバトリックスのタスキをケアしたところでないよな。ナイス音楽です。ボルチェンから入る。こんなくら急所か。こんなに食らうかね。ウータン。どうしようマジで。やばいな。こんなに食らう。うわー、バトリックスから入ってくるか。それはうますぎます。うますぎちゃいます。だからタスキだとしてもここは返さんことにはどうにもならん。だがしかし受け切れるやつなんか一人もおらん。じゃあどうするか。帰ってなんかやってくる。そう読んでのドラゴンテールしかないかな。はい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 。ゴーストかな。いや格闘か。初めて見た格闘。デッパーと格闘で来るのか。はいはい。これはもう仕方ないって割り切るけど。どうしよう。かと言ってだね。クオークチャージで上がってテラスタル切って、無理じゃね。相手がなんて言ったんやろ、スカーフじゃないことを信じての鉄の包みのハイドロポンプしかないよな。スカーフだねこれ。スカーフだね。スカーフかーい。大丈夫。パーモットがあるから大丈夫。電光装置落としたんだよ。そっか。いやこっから全員一撃で落としていけばなんとかなる。ミライドンもおんのか。そっか。ミライドンもおんのか。1耐える。で、お主だけでも倒したい。私はお主だけでも倒させてくれ。どうせスカーフやから落ちると思うんだ。オッケー。そうか。だから鉄の包みの前にこれしてばよかったんか。そうだね。一撃耐えて倒してから鉄の包みやったら話がめっちゃ変わってるな。うわー、ミスオブザミス。イエー。何？インファイト。どうせあなたは別にあれでしょ、遅いからこれで倒れるでしょ。倒れへんのかーい。もうステルスロック来い。ステルスロック来い。しっぺ返しかーい。はい、ありがとうございました。そうやね、ほんま。そうか、そうだよね。はい、勉強になりました。ありがとうございます。はい、対戦よろしくお願いします。ライチさんですね。
本来やったらいつもね、私2試合やって終わってたんですけども、1試合目はパーモットさんがブイブイ言わせて、2試合目は、私のせいで鉄のつみさん何もできず、ゲームセットになったので、今回またね、入江の3試合目やっていきたいと思うんですけども、先ほどとほぼほぼ一緒ではないけど、バドレックスがおって、コライドになって、ディンルを追ってパウちゃんおる。で、ミミッキュさんのヘイらしいか。どうせ中ねん。パーモットから行こうか。パーモットから行って、鉄の包みやろ。フリーズドライで、そこら辺はいける。その2人3人はいけるから、ミミッキュさんとか、どうだろうね。ミミッキュさんとかの方よりも、ここはやっぱり格闘のあいつが暴れたりとかするっていう考えると、ブリッジラーサー選出しづらい。だったらディンドゥの耐久で耐えてもらって、考えていくしか。ただミミッキュもそうだよね。ミミッキュに関しても結構しんどいんだけど、行くしかないだろう。おい、じゃあよろしくお願いします。ミミッキュスタートか。それはね、ミミッキュスタートは考えてないから、かといってここ変えるのもな、リスキーなんよな。っていうのも、ミミッキュはだいたい一発目にやっぱり剣の舞してくることが多い気がするんですよね。で、一発目剣の舞してやってくる中で、私が今下げてしまうと怖い。どうしようか。通信中が長い。長い。よいしょ。パーモット落とすリスク、パオジアンが一発目来てなかったら入ってることが少ないっていうイメージなんよな。ここはだからちょっと様子見の冷凍パンチで凍らせよう。これ。凍らんわな。5つ目か。5つ目なのか。きつい。呪い。じゃあ。パーモットに呪いかけていくけど、もうここはもう電光狙撃打って退場しよっか。呪いの子をずっと置いとくこともできんでしょう。タスキも剥がされたので、一回受け切ってパーモットは難しいから、ここのミッキーを落とすことに全速こらえるのね。こらえちゃうのね。こらえちゃうのか。なるほど。そんなミッキュさんいてるんですね。だから5つ目と呪いで与えていくか。あとはこれは厳しい。あとはだから分かったオッケー、いいよ。こらえる、守るやろ次だ絶対。呪い、守るやろここ。守ってくると思う。影打ちか。影打ちで来るのか。影打ちか。なるほど。呪わせて退場するのか。賢いな。けどこの時の呪いって食らうんやったっけ。食らわんよな。食らうんか。食らうのか。じゃあ変えるべきやな。ここでディンドゥはしんどかったか。呪われてしまったディンドゥ、バドレックス。さっき言ったあれが使えないんだよ。だからここは変えて死に出しでディンドゥは置いておかなあかんか。いや、ディンドゥは置いとかんでいいわ。自信で様子見よ
ちっちゃなんやねん、ほんまトリッキーなことしてばっかしやん。いやー、ここで変えんのリスキーだね。うわー、どうしよう。いや、変えへんでいいわ。もう分かった分かった。ステルスロックするよ。これだからけど分かったのは、こいつがタスキではない、スカーフではないってことが分かったからええねん。もういや分からん、アンコールで帰ってきたか。いやいや、そうなってくるとまだ分からんのか。めっちゃむずいやんけ。そうなん。ああ、そうか。だからアンコール持ってるけどスカーフの可能性って十二分にあるから。めっちゃ難しいな。ねコライドンの S どうだ、パーモットが勝ってるか。勝ってると信じて電光葬儀でいくか。オッケー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 。それだけ食べ、ニトロチャージか。ニトロチャージはしんどいな。S が一段階上がったとしても、まだ鉄の包みよりかは下だと思うねんな。ここで鉄の包みが、その日照りがしんどいねんな。日照りがしんどい。日照りのせいで威力が下がってしまってるのです。ただしかしここはテラスタル切ってハイドロポンプするしかないやろ。いやー、面白いことしてっからな。ここやったら氷よりか水の方が良かったなと思っちゃうよね。左のことを考えると水の威力を少しでも上げたかった。だからそこで、水テラスタルの方が良かったのかもしれない。しかし、ここは鉄の包みを信じましょう。頑張れ鉄の包み。ハイドロポンプで落としてくれ。むずいわ、もうポケモン対戦楽しいね。これがまたほんまありがとうございました。くっちょうまい人やったなほんまに。